さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、一切巻かないロールケーキ、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。生クリーム、水飴、ホワイトチョコレート、これがクリームです。あと具材が今日みかんを使います。生地が卵とココア、牛乳、お砂糖、薄力粉、これで作っていきます。はい、まず型なんですけど、これ27センチ角の板で用意してます。備え付けの普通のやつでもいいんですけど、これ平らになってるので、これの方が巻きやすいんで、これを用意してます。で、オーブンは190度に予熱しておいてください。ここまで準備お願いします。はい、材料の粉なんですけど、必ずふるってください。ここにまず粉と、ココアですね。で、複数ある場合は必ず混ぜてふるってもらって、で、これ何がしたいかっていうと、こういったダマを取り除くっていうのももちろんあるんですけど、粉を完全に混ぜたいんですね。粉が混ざってれば、後で生地でこう混ぜる回数もしっかり少なく済むので、必ずふるってください。これ全然見てください。混ざってないので、あと2回、全部で3回ふるっておきます。はい、これ生地の卵なんですけど、卵黄と卵白に分けたくて、お砂糖もそれぞれで分かれてます。これ今卵黄と卵白分けてるんですけど、わざわざ分けてる理由は、卵白に砂糖を入れてしっかり泡立てることによって、なんかね、こうマシュマロみたいに結構もっちり仕上がるんですよ。砂糖がいっぱい入ってるんで。その方がふわふわに焼いた時に焼けます。卵黄が入っちゃうと、なんか生地がね、ちょっとさっくりしちゃうんですよ。なので、今回ふわふわ生地なんで、別々に分けて、砂糖も加えて、泡立てるっていう方法でやっていきたいと思います。これぐらい。結構しっかり立ってるんですけど、先がちょっと曲がるぐらいですね。しっかり立ってるんで、メレンゲもそこまで動かない状態です。これを使っていきます。はい、これ牛乳なんですけど、ラップをして600ワットで30秒から1分完全に沸くまで温めておいてください。はい、これ卵黄にお砂糖入れちゃいます。で、ここでしっかり砂糖と卵黄を混ぜてください。で、砂糖をメレンゲの方に全部入れなかったのは、ちょっとメレンゲに対して砂糖が多すぎちゃって綺麗に立たないので、今回の砂糖は綺麗にベストな状態で立つ分だけ入れてます。で、この卵黄をこっちに入れます。これ混ぜすぎとかないので、この下から上って言ってしっかり混ぜてください。はい、簡単に混ざりました。そしたら粉を入れていきます。で、しっかり泡立ってるので、粉入れても全然沈んでいかないです。全然慌てることなく、ここからしっかり下から上って言って混ぜてください。はい、いい感じに混ざりました。そしたら、さっき残りの温めておいた牛乳の一部に、この粉じゃないですね、生地ですね。これを加えて、はい、こうやって事前にちょっと混ぜといてあげてから入れると、液体が下に沈まずに混ぜやすいので、必ずこれやってください。直接入れちゃうと比重で重くて沈んでいっちゃいます。でこれまた同じようにゴムベラで混ぜていってください。はい、こんな感じです。ちょっとこう艶がある感じ分かりますか？油が、牛乳の持つ油部分ですねが入ったので、流れるような感じでちょっと艶があるような感じですね。これを型に流していきたいと思います。はい、これ生地流したんですけど、あとは平らに広げてほしくて、こういったカードで綺麗に全然できます。専用のパレットもあるんですけど、これ100円ショップでも売ってますし、ぜひおすすめです。これまず角に生地を入れてもらって、トントンすると結構入ります。で、あとはこの面を使って平らに、でどっちか一方通行がいいんです。これを言ってこっち戻ると変になっちゃうんで、こっち行って型を回して、はい、これであとは焼いていきます。さあ、焼けました。これいい感じですよ。ふわふわに焼けてます。
はい、これ今焼き上がったやつですね。粗熱取ってこれ紙をちょっと剥がしちゃいます。で3センチの帯に切っていこうと思います。ちょっと端っこだけ落として、はい、この後今これ生地切ったんですけど、ロールケーキなのにロール巻かないので、ちょっと違うやり方を見せていきたいと思います。これちょっとケーキフィルムなんですけど、生地をフィルムの上に置いて巻いてあげる。見てください、これリング状になりました。でこの下にこういうフィルムを置いてこうやって準備していきたいんですけど、もしこういうフィルムがなかったら全然普通のこういう何ていうんですか A4 の紙とかでも全然大丈夫です。これで巻いてテープかなんかで留めてもらって、下の紙も全然これでも大丈夫です。これをちょっと準備していきます。はい、ここまでしっかり準備しておいてください。はい、次クリーム作っていくんですけど、ホワイトチョコレートに水飴ですね、これ全部入れます。で普通の生クリームを泡立てただけでももちろんいいんですけど、ホワイトチョコレートの材料って粉乳とかが入ってるんですよ。脱脂粉乳とか、あと油ですね。でそれによってめちゃくちゃ口どけがいいのに濃い味わいのクリームが作れます。なので僕は生クリームよりも、ロールとか作る場合はこっちのクリームをおすすめしてます。チョコレート変えてもできるので、それは概要欄見てください。生クリームなんですけど、大体でいいので半分ぐらい入れて、でこれをラップをして600ワットでしっかり溶けるまで溶かしたいと思います。はい、これ今温まった状態ですね。これをまずしっかりゴムベラか何かを使って溶かしてください。でもしチョコレートが溶けてなかったらもう一回レンジで温める必要があります。でこれ全部生クリーム一気に入れて同じようにやってもいいんですけど、ここに残しておいたやつを後で入れることによってこれしっかり冷やすことができるので、今これ熱々ですね。なのでその温度調整のために半分ちょっと残してます。しっかり溶かして残り入れていきます。はい、クリーム完全に混ざりました。これですね、ラップをして完全に冷えるまで冷蔵庫で休ませておいてください。はい、まずこれ鍋にお水入れてですね、ベーキングパウダーを1杯入れます。で火にかけます。これぐらいまで白いとこ残ってていいんで、これぐらいまで全部きれいに剥いといてください。ちょっと火止めて出していきます。こんな感じ。これちょっと大きな筋とかあるんですけど、これだと簡単にこう太い筋が取れていくので、より口当たりが良くなると思います。もちろんねそのままでもいいんですけど、取ってあげた方がより美味しく滑らかに食べれると思うのでやってみてください。はい、こんな感じ、綺麗になりました。これ使っていきます。こんな感じですね。はい、これじゃあちょっと中に入れていきます。しっかり下に密着するように入れてください。さあできました。めちゃくちゃ可愛くないですか？いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうめちゃくちゃふわふわですよ。これ別立てにしてるからですね。ふわふわ、マジ美味しい。これやってください、ぜひ。さあこれポイントのお皿ですね。
これポイントは、卵を別々にして別立てっていうやり方で、砂糖を一気に加えて泡立てました。このやり方すれば絶対ふわふわできます。あとは、寝かせといたクリームありますよね。それをしっかり泡立てて、この具材、今回はみかんなんですけど、みかん入れてください。そうすると、このクリームのとろっとしたもっちりとした感じに、生地がすごいよく合います。フルーツはいろんなアレンジもできますので、自分の好きなフルーツでやってみてください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また皆さんに会えるの楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。